皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1971年に放送されたスペクトルマンを、26年後の1996年に、マーミットが発売した、スーパーアクションヒーローズ、スペクトルマンと、それに関連する動画です。スペクトルマンは、ビーグロが制作した特撮ヒーロー番組で、マグマ大使に続く、金色のヒーローです。指令衛星ネブラ71が、ゴリを追跡、地球防衛の任務を与えた、ネブラ優勢のサイボーグエージェントです。普段は、人間がもうジョージとして生活し、地球侵略を企てる、天才科学者ゴリの送り出す怪獣と戦います。スペクトルマン、360度回転、スペクトルマン、ABC、3タイプの違いとは、スペクトルマン、スペクトルカッター、スペクトルマンは、1971年1月2日から1972年3月25日に、フジテレビ系で、毎週土曜夜7時に放送された、全63話の番組で、4月から放送が開始される、帰ってきたウルトラマンを呼び込む、第2次怪獣ブームの先駆けになった番組であり、特撮ヒーローでした。スペクトルマンは、ネブラ71からの指令や、変身許可を得ないと、スペクトルマンに変身できないヒーローで、等身大でも戦い、巨大化もしますが、時に富士山よりも大きくなったり、変身自体を許可されない場合もある、少し変わったヒーローでした。身長は、0から無限大で、体重も同じく、0から無限で、飛行速度はマッハ8で飛行できます。必殺技は、スペクトルマンの体力を消耗させ、怪獣を倒しても倒せなくても、しばらく行動不能になることもあるヒーローで、ガモージョージが、スペクトルマンであると、正体が知られた場合は、解体するとネブラに命じられている、かなりの制限がある、当時の子供番組としても、得意なヒーローでした。スペクトルマンの造形は、東映のジャイアントロボなどを担当していた、鈴木徹の異人館工房で、鈴木徹は、井上茂と一緒に、原作者で、プロデューサーの、サギストミオ、特撮監督の的場徹、プロデューサーの別所広司の意見をもとに、スペクトルマンのマスク原型を、デザイン画なしで完成させます。そのため、スペクトルマンにはデザイン画が存在しません。ゴリと、ラーの造形は、ウルトラマンシリーズで知られる、高山良作のアトリエ名が制作しています。怪獣も、ゴキノザウルス、モグネチュードンなど、約3分の2近くの怪獣を、4月から放送の帰ってきたウルトラマンに登場する、ブドンや、ツインテール、ステゴンなどを制作しながら、高山良作さんが送り出しています。ヘドロンやゼロンは、マグマ大使に参加していた、小野善次郎の全工芸や、東宝美術のチーフ、井上康之創設のアルファ企画も参加して、他の怪獣や宇宙人などを制作していました。スペクトルマンは、1968年4月に公開された、猿の惑星をモチーフに、人間のように喋り、文化や技術を持つ、ゴリと、ラーをメインに、第1話から20話までを、宇宙エンジンゴリという敵キャラのタイトル名でスタートします。第21話から39話は、宇宙エンジンゴリ対、スペクトルマンというタイトルに変更されますが、宇宙エンジンゴリが、スペクトルマンよりも前に来ていました。第40話になって、やっと最終回の63話までが、スペクトルマンというタイトルになっています。ただ、このタイトル変更で、内容や、スペクトルマンのデザインや設定が変わるなどの違いはなく、単純に、タイトルが変更されています。逆に、内容としては、主人公スペクトルマンに変身する、ガモージョージが所属するのは、第1話から35話は、郊外 G 面で、36話からは、怪獣 G 面と変更され、ヘリコプターや、隊員服、ヘルメットなどを装備する変更がありました。当時の子供は、ほとんど、タイトル変更と関係なく、昨日スペクトルマン見たなどと言っていて、宇宙エンジンゴリを見たとかいう子供は、かなり少なかったと思います。スペクトルマンの撮影スーツも、初代ウルトラマンのように、ABC に分類されますが、ウルトラマンよりも、マスクを中心にした分類になっているので、簡単に違いを解説してみます。スペクトルマンは怪獣が、複数話に一体が登場するという、マグマ大使と同じ方式で、ウルトラマンやセブンのように、基本1話一体ではなく、特撮部分は複数話を同時に撮影するため、第何話まで、というようには、はっきり線引きできないので、話数は目安として解説します。スペクトルマン A タイプは、
後頭部まで FRP で覆われているタイプで、最初期は目は透明の樹脂だけでしたが、あまりよく見えないので、1話や2話の撮影中に、目の透明パーツ中心に穴が開けられていますので、撮影前の写真や、穴を開ける前に撮影した本編の目には違いがあります。額のビームランプの上部分の形状や、トーチ用部の付け根に段差があるのが最も大きな違いです。ただ、そもそも1話と2話に、スペクトルマンのスーツの登場は少なく、飛行シーンの飛び人形の方が多いくらいで、また、オープニング映像にも B タイプが登場しています。スペクトルマン B タイプは、後頭部の FRP 部分をなくしたマスクで、一見 A タイプをカットしただけにも見えますが、カットしただけではない違いもあるので、別のマスクです。3話からとの記載もありますが、2話の変身直後にも登場しているので、放映話数と、撮影が複数話なので、スーツやマスクの違いでは、はっきり区分できません。A タイプと異なる大きな特徴は、額のビームランプの上の形状が違い、トーチ用部の付け根が綺麗な R になっていて、段差がなくなっています。耳の部分に見えるパーツと、口の横との接合部なども、ただ A タイプをカットしただけではない違いがあり、口の上の段差も、ほぼ水平に近く変更されています。初期の A タイプは、ボディ部分も FRP 製だったので、動きが制限されたため、3話からウェットスーツに変更されました。そのため、ボディに生じるシワが異なります。約10話までの金色の部分はビニール製でしたが、作業服を金色に塗装したものに変更していますので、劣化ではなく、金色部分の手足の質感が変わっています。また8話からボディの体色と同じベルトの色になり、約34話で新しくなっています。スペクトルマン C タイプのマスクは、最も違う場所は、口の左右のエッジがなく、前から見ても角が R になっています。また、偽スペクトルマンが登場するので、少なくとも C タイプが2体あるのは証明されていて、一つの額のビームランプが少し小さくなっていて、後頭部とボディ部分の生地も、ウェットスーツ地のタイプがあります。また、目のカラーが40話あたりからグレーに塗装されています。ボディ部分は、足のアクションに影響するので、ベルトの左右部分が左右のハイレグ的に短くなり、後ろからも、お尻の金色部分の露出が増えて、後半の方では、かなり細くなっています。この ABC があるので、マーミットは追加で15番目に、価格を2000円アップして、9800円で、タイプ別の選択が可能なバージョンを販売しています。スペクトルマンは、特撮ファンにはおなじみの、ウルトラセブンのスーツアクター、上西浩二さんが演じていますが、ゴリの命令で動く、元軍人のラーも、同じく上西浩二さんが演じていて、その声もアフレコしていますけども、オープニングテロップでは、ラーは、クエスチョンで表記されています。また、第5話では、さらに謎の戦いがあり、巨大ラーと、スペクトルマンが戦っていて、さらに巨大ラーと戦う戦闘機パイロットも、上西浩二さんが演じていて、一人三役、な、わけはないのですが、少なくとも、ワンフレームの中にスペクトルマンと、巨大ラーが収まっているカットは、他の方が巨大ラーに入っているようですがクレジット的には謎です。戦闘機のパイロットは、別撮りなので、上西浩二さんがスペクトルマンを援護して、巨大ラーを攻撃しています。4話のおでん屋で、ラーにお酒を飲ませた酔っ払いも、上西浩二さんなので、もう一人の、謎のラーの、スーツアクターがいるのは確かなのですが、ラーは、裏事情的には、スペクトルマンのもう一つの正体なので、クレジット表記は正しかったと思います。ネビラ流星人は何度かシリーズに登場していますが、スペクトルマンが第56話で傷ついた体で宇宙のネビラの指令線で治療を受ける時にもネビラ流星人が登場しています。スペクトルマンは作中ではアンドロイドとも言われたり、変身時の透視図でもアンドロイドにも見える絵がありますが、部品を交換するというよりも生物として扱う感じに描かれています。パイロット版と呼ばれるスペクトルマンは宇宙エンジンゴリの放送前に当時の金額で80万円で制作されたもので、シルバー仮面とミラーマンのパイロット版のキャスティングも不思議ですけども、パイロット版スペクトルマンも、後に帰ってきたウルトラマンで、郷秀樹を演じる檀次郎さんが演じています。また、パイロット版のスペクトルマンは、全く異なる容姿やカラーですが、スペクトルマンのオープニングをよく見ると、少し映り込んでいます。スペクトルカッターは第13話で登場した武器でベルトのバックルから出てくるカラフルな手裏剣です。手のひらに収まるほどのサイズですが、偽スペクトルマンとの戦いで
スペクトルビッグバックルというバックルと同じくらいの大きな手裏剣を投げますが、それ以外はスペクトルカッターを使っています。スペクトルフラッシュは手首のアップからの光線なので、スペクトルマンの代表的なイメージの強いスペクトルカッターを再現したのでご覧ください。スペクトルマンの放送枠は、当時、大人気の巨人の星の裏でした。当時、巨人の星は、視聴率 30% を超えることもあり、放送局も、怪獣ものが太刀打ちできるとは思ってなかったと思われますが、巨人の星が、漫画の原作に放送が追いついてしまい、一球投げるのに多くの時間を使う手法や、大リーグボール2号の敗北後に、星飛雄馬が、落ち込み暗い時期に突入した、4月10日放送で、10% 台の 17.5% に落ちた、巨人の星に 20% 台を連続して出していたスペクトルマンが、勝ってしまいます。宇宙エンジンゴリの初回 8.3% と 10% に届きませんでしたけども、1クールの間に 20% に達します。当時は、一つのチャンネルをリアルタイムで見るしかなかったので、他のチャンネルより、スペクトルマンを子供たちが選んだということで、帰ってきたウルトラマンほか、多くの特撮ヒーローが、70年代に誕生する第二次怪獣ブームの口火を切ったのがスペクトルマンです。そんなマーミットのスーパーアクションヒーロー、スペクトルマンの動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では今回はこの辺でまたね、HBR9 でした。バイバイ。